皆さんご機嫌いかがでしょうか。本チャンネルでは数式モデリング技術の重要性を啓蒙する動画を配信しています。酵素を何らかの単体に固定化して反応を行うとき、ミカエリスメンテン式中の速度パラメータはどのように変化するのでしょうか。この変化を議論するには理論的証拠を示すことが重要です。今回はこのために行われた固定化酵素反応の速度パラメータの研究の歴史についてお話しします。酵素反応の速度パラメータには最大反応速度 Vm とミカエリス乗数 Km があります。これらの値は酵素を水溶液に溶かした状態と固定化した状態で異なります。一般に有利酵素系の値を真の速度パラメータ、固定化酵素反応の値を見かけの速度パラメータと言います。1950年代になると酵素の特徴が認識され、これを有効利用しようとして固定化酵素の実用化のための研究が始まりました。これに伴い固定化酵素反応の理論的研究も行われるようになりました。有利酵素の反応速度は1式で示すミカエリスメンテン式により表されます。固定化酵素の反応速度もまた局所的には本式と同じ形になるものと推測されます。固定化酵素反応の速度論的研究に関する最初の論文はイスラエルのワイズマン研究所のアハロン・カチャルスキーらの研究グループによるものです。彼らは負の電荷を帯びた水溶性のポリアニオン性高分子に酵素トリプシウムを固定化し、これを用いた BAEE からエタノールと BA が生成する反応を観察しました。これにより彼らは2式の反応速度式を提案しました。1式と2式の違いはミカエリス乗数にあります。固定化酵素反応の見かけのミカエリス乗数 KMAPP は有利酵素反応のミカエリス乗数 Km に E ラムダをかけた値になっています。ラムダは単体と基質間の静電的相互作用を表す無次元表面電位です。本反応形では単体は負の電荷を帯びており、また基質は正の電荷を帯びていると考えられます。よって基質は単体により引き寄せられ、酵素周辺の基質濃度は液本体中の基質濃度よりも高くなると推測されます。一種の電荷の場合、ラムダは負の値を取ります。よって固定化酵素の見かけのミカエリス乗数の値は有利酵素の真の値よりも小さくなると考えられます。しかし彼らは KMAPP が Km よりも大きくなると結論付けています。これは式から予想される結果とは矛盾しますが、有利酵素の Km の値が示されていないので詳細は不明です。おそらく実験結果には拡散抵抗の影響が含まれていると考えられます。一方で2式によれば最大反応速度は
静電的相互作用による影響を受けないことになります。いずれにせよ、この研究は見かけの速度パラメータについての最初の報告として斬新な発想に基づくものであると思います。一方、固定化酵素反応では基質に対して拡散抵抗が生じるため、通常反応速度の減少が起こります。しかしながら、錦にはこの拡散現象が考慮されていません。そこで、ホーンビーラは、静電場での基質の物質移動を表すネルンスとプランクの式を導入し、電位勾配が一定であるという仮定の下で見かけの速度パラメータの式を導きました。続いてシューラーらは拡散電気二重層の厚みが固定化酵素の周辺に生じる強膜の厚みに比べて無視できるという事実に基づき、グイの式に基づく静電ポテンシャル分布を仮定してネルンスとプランクの式を解きました。そしてこの式を使って導いた触媒有効係数の式をファイ E がベータ B プラス E ラムダよりも十分に小さいという制約条件の下で簡略化し、見かけの速度パラメータの式を得ました。ハミルトンらはこの考え方を拡張し、静電ポテンシャル分布をより厳密に表すグイ・チャップマンの式を使い、ファイ E がベータ B よりも大きいことと、ファイ E がベータ B プラス E ラムダよりも十分に大きいという制約条件に対して見かけの速度パラメータの式を導きました。以上取り上げた式を表にまとめて示します。これには見かけの値と真の値の大きさの違いがわかるように、これらの値の比ガンマ2の式も示しています。人が変わればいろいろなアイデアが出るものだと感心します。得られた見かけの見返り乗数の式に共通する点を挙げると次のようになります。1、これらは異なる制約条件において導かれた近似式である。2、見かけの最大反応速度 Vm-APP に対する式はなく、その変化を知ることができない。3、見かけのミカエリス乗数を誘導する際に使用した反応速度式は表面固定化酵素系のものである。固定化酵素の実用化研究において、酵素はほとんどの場合、多構成単体の細胞内に固定化されました。したがって、細胞内固定化酵素の反応において、ミカエリス乗数がどのように変化するかを知ることができないという根本的な問題がありました。いずれにせよ、さまざまな酵素がさまざまな単体に固定化され、固定化酵素反応と有利酵素反応のミカエリス乗数の値がなぜ異なるのかの説明が制約のある式を使い、多くの研究者により行われました。その代表的なものを単体と基質の電荷の違いごとに表にまとめました。これらは静電場の効果がないか、あるいはあってもその効果は小さく、基本的には拡散抵抗のみが
影響を及ぼす場合の反応形で測定されたものです。本反応条件下では、すべての場合において固定化酵素反応のミカエリス乗数が有利酵素反応のミカエリス乗数よりも大きくなっています。すなわち、これらの値の比を表すガンマ2は1よりも大きくなっています。次の表は、単体と基質が異種の電荷を帯びた場合の結果です。本反応条件下では、すべての場合において、有利酵素反応のミカエリス乗数が固定化酵素反応のミカエリス乗数よりも大きくなっています。その結果、ガンマ2は1よりも小さな値となっています。次の表は、単体と基質の電荷のどちらも負である場合です。本反応条件下では、固定化酵素反応のミカエリス乗数が有利酵素反応のミカエリス乗数よりも大きくなっています。これによりガンマ2は1よりも大きくなっています。これらの実験結果から真のミカエリス乗数 Km と見かけのミカエリス乗数 KMAPP の間には次の関係があることがわかります。1、KMAPP が KM よりも小さくなるのは、基質と単体の電荷が異符合の時である。この場合、基質は単体に引き寄せられるので、酵素周辺の基質濃度が高くなり、反応速度は大きくなります。これはミカエリスメンテン式において、ミカエリス乗数が小さくなると反応速度が増加することにより説明できます。2、KMAPP が KM よりも大きくなるのは、基質と単体の電荷が同符合の時である。この場合、単体と基質の間には反発力が生じるので、酵素周辺の基質濃度は低くなり、反応速度は小さくなります。これはミカエリスメンテン式において、ミカエリス乗数が大きくなると反応速度が減少することにより説明できます。3、見かけの値と真の値の比、すなわちガンマ2の値が大きいほど、酵素と基質の親和性が低い。このような反応形では、反応速度が大きく低下します。よって、調整された固定化酵素は実用的使用に向いていないことがわかります。ここまでの話から導かれた式による実験データの解釈には限界があることがお分かりだと思います。上述のような制約がなく、さまざまな反応条件で測定された見かけの速度パラメータの特性を説明できる式はないのでしょうか。私は1980年の初頭、この分野の研究に興味を持ち、固定化酵素反応実験の傍らで関係式をいじっていたとき、偶然に見かけの速度パラメータに対する厳密な式を導きました。これは本分野の研究の歴史に加えることができると思いますので、次回以降の動画で詳しくお話しします。本日のお話はこれで終わりです。それでは次回の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。